皆さんようこそ、ダンカグゆっくり研究部へ。研究部部長のゆっくりマリサだぜ。ゆっくりレ夢ムです。今回は意味が不明なエンブレムについて解説していくぜ。確かにエンブレムってあまりにもデザインが凝っていてわかりにくいものがあります。そう、今回はそんなエンブレムの深い秘密をランキング形式で紹介していくぜ。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくれよな。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いします。それでは早速授業開始だぜ。さてさて、意味不明なエンブレムランキング第5位はみんな大好き東方感受伝御免ボスであるクラウンピース。苦手な人も多そうですが、エクストラステージボスであるヘカーティアの部下であり、地獄の妖精、一人称は値で、笑い方はキャハハハといったいかにもピエロのようなやつだ。妖精にしては非常に力があり、神主ズンさん曰く、おつむの程度は涙が、最強レベルの妖精と言わせているんだぜ。ズンさんにそう言わせるってめちゃくちゃすごいですよね。そう、実力主義の地獄で上位に組み込むほどの強さで、その実力はなんと東方史上トップクラスの実力を持つヘカーティアにも一目置かれているな。地獄の女神にも認められているなんてすごすぎますよ。その上で異変時は純子の能力で覚醒し、鬼神を超える力を身につけたんだ。そんなクラピの能力は、鎖を操る程度の能力だ。いやそれクラピカの能力でしょうが。冗談はさておき、クラピは人を狂わす程度の能力を持っているぞ。3月生では、この能力で里の人間同士を喧嘩させるといういたずらを行っていますよね。でも、霊線の狂気を操る程度の能力と何が違うのです？霊線は能力の一部として人を狂わすことができ物理的な面が大きいぞ。クラウンピースは直接的に人を狂わすことができ精神的な面の能力だな。なるほど、クラピは精神的なものなんですね。弾幕ごっこでは、数々の初見殺しに心を打ち砕かれて、ついには BGM の正常期のピエロが流れるだけで、トラウマを掘り起こすようになってしまった人も多いと思うぜ。そんなクラピは弾幕かぶらでも非常にいたずら好き。ジャック・オ・ランタン・クラウンピースの御霊紹介では、パンプキンタイム君はお菓子をくれる？それともあたいの超絶地獄ないたずらをあげちゃおっか？お菓子をもらったところでいたずらをやめるつもりはない。誰かにいたずらをすることが、妖精としての本能なのだから。クラピに限らず妖精はみんないたずら好きなんですよね。そしてエンブレムについてはいたずらかと思うほどわかりにくい。確かに何を表しているのか全くわからないですよ。まず下の棒状のものがクラピの持つ松明を表しているんだよ。彼女の元ネタであるランパースは、家庭の行く道を照らすために松明を掲げ、その光を見た者は狂気に陥るとされるんだぜ。へえ、元ネタから取り入れた要素なんですね。ちなみにクラウンピースは見ての通りのアメリカンガールなんだが、自由の女神の松明も表していると思われるぞ。だから真ん中は炎を表しているのですか。そして球体は月を表しているんだよ。原作では、月の民が嫌う生命の象徴汚れである妖精で月を満たすために、仲間の妖精たちを連れ大いにはしゃぎ遊んでいたんだ。これを表すために月が描かれているんだよ。そして外の枠がアメリカの国旗になっているんだぜ。また月は制作者ズンさんの中で中国のイメージなんだよ。つまりアメリカが中国を囲っているってことですね。それなんかまずくないですか？これ以上は予想。では意味不明なエンブレムランキング第4位は、川城ニトリのエンブレムだ。なぜフランクフルトがあるのか。ニトリは妖怪の山に住むカッパ。初登場は東方風神録のステージ3道中ですよね。中ボスとして戦うのかと思いきや、こちらが人間だとわかると逃げ出してしまうという臆病なところもあるぞ。そんなニトリの名言のゲゲ、人間は有名ですよね。幻想郷のカッパは技術力が高く、写真機や電話機なども作れるほどの技術力を持っているんだ。ちなみに旗手のガラケーはカッパ製らしいぜ。へえ、旗手の携帯もカッパたちが作ったものなんですか。背中のカバンにはそれらに関する道具が詰まっているようだ。また、光学迷彩スーツで姿を隠すことができることから、人間以上の技術力に至っている部分も見受けられるな。そんなニトリの能力は、安くて質のいい商品を作る程度の能力。それを値段以上の方の能力でしょうが。冗談はさておき、能力は水を操る程度の能力。大体何々を操る程度の能力は優秀ですよね。かなり未知数な能力なんだが、東方部門九呪によるとアジトの近くに行けば、溺れさせることができるようで、水辺の近くなら水を操ることができるんだぜ。なかなかおっかない能力じゃないですか。そんなニトリのエンブレムは、まず外側にあるフランクフルトみたいなのはわかるかな？確か、原作の立ち絵でもニトリが左手に持っているあれですよね。そう、フランクフルトのような形の太いホアガマという植物。あれはニトリのテーマ曲のタイトルにも使われた芥川龍之介が、屏風に書いて芸者に与えた水小判木の図からだ。確か芥川龍之介のカッパの元ネタは、芥川龍之介による小説カッパから来ているんですよね。そしてその下の円状のものは歯車となっていて、ニトリが技術者だということを表しているようだね。そして真ん中の歯車をよく見ると鍵のような模様があるんだが、あれはニトリが首につけている謎の鍵なんだよ。実は原作でも未だに謎とされて
いるんだ。未だにあの鍵が謎なのは面白いですね。一体何の鍵なんでしょう？確か自転車の20ロックの鍵らしいぞ。思った以上に庶民的。そして一番上のたくさんの棒状のものが一番わかりにくいだろうな。あれはおそらく原作の立ち絵でニトリが右手に持っていたシダの葉。頭を撫でると人間に化けることができるんだぜ。なるほど、あの模様はツンツンした葉っぱのシダの葉を表しているんですか。私もシダの葉で化けて旧地獄温泉の女風呂覗きたいですよ。遊戯にぶん殴られてくれないかな。では、意味不明なエンブレムランキング第2位はひなない天使だ。桃みたいな果物しかわかりません。そういえば天使を見た感じ、清楚感ありますけど性格はどんな感じなんですか？性格も見た目通り温和で清楚なお嬢様。と思いきや、温室育ちの性格自分勝手で、ものすごくわがままお嬢様。自分の能力に絶対の自信を持っていて、自分以外の全ての存在を見下しているため、少しでも思い通りにならないことがあると激怒になったりと、意外にも短絡的で大人げないところもあるんだよ。それは意外すぎますね。また自分の能力に自信を持っているんだが、その能力は大地を操る程度の能力。そのままの意味で自信を起こせるんですよね。このえげつない能力に加えて、さらに天界の秘宝である秘装の剣を所持しているんだぜ。天人にしか扱えないこの剣は気質を見極める程度の能力を持っているんだよ。ほう、武器にも能力ってあったのですか？相手の気質を切ることでヒーローの霧に変え、誰の目にも見えるような形、つまり天気を変えることができちゃうんだ。そんな天使のエンブレムもちゃんと意味があり、元ネタなども絡んでいてすごくわかりにくいんだ。まず下にある桃のような果物は、天使が帽子につけている果物を表しているんだ。実はあの果物は天人の試食のようで、昨夜の銀のナイフでも刺さらないようだぜ。天人の顎どうなっているんだよ。そして桃のような果物の上に細長い棒みたいなものがあるだろ？あれは天使がモデルになった、孫悟空のつけている頭の金taga字を表しているんだよ。なるほど、どこかで見たことあるような形だと思ったら、西遊記でおなじみ孫悟空の輪だったんですね。そして真ん中の絵が天使の持つ剣で外側の模様はおそらく剣の能力による気質を表しているのではと思われるぞ。これはあまりにも難しいエンブレムですよ。正直私も外側の模様の意味はちょっと不明だ。あまりにも難しいエンブレムなので第3位とさせてもらったぜ。それにしてもあの天使の帽子につけた木の実は、一体どんな味がするのか気になりますよ。あれはお好み焼きの味がするようだぜ。全く想像できん。さて、次に紹介する意味不明なエンブレムランキング第2位は、上白沢ケイネのエンブレムだぜ。ここまで来ると一つもわからないです。ケイネは弾幕神楽をやっていてもわかる通り、人間の里で先生をやっているんだ。ヒエダー級から知識豊富で最も賢い獣人と評価されていて、現在は子供たちのために人間の里で寺子屋を開いているぜ。私もマリサ部長ではなくケイネ先生から習ってみたいですよ。芝生よ。普段は人間なんだが満月の夜になると角と尻尾が生えて、イメージカラーも青から緑へと変化しているんだ。愚問式によると、彼女はもともと人間だったようだが、何らかの原因で獣人になったとされる後天性の妖怪。へえ、一体過去に何があったのか気になりますね。半分は妖怪の身でありながらも人間を愛していて、常に人間側に立って行動しているぞ。そんな上白沢ケイネのエンブレムは非常に完成度が高すぎて、わかりにくいエンブレムとなっているぞ。巻物はわかりますが、後の模様はよくわからないですね。レイムさんの言った通り外側は巻物。これはケイネが満月の夜に白濁化した時に幻想郷中の知識を持ち、幻想郷の歴史の編纂作業を行っていることを表しているんだよ。なるほど。だからバックの円は満月を表しているんですね。そして巻物上にはケイネの被っているよくわからない帽子。制作者ズンさんもなんであんな変わった帽子を被っているんだろうと言っているぞ。それじゃあそもそもケイネのデザインが意味不明ってことですか？ラストに巻物下の半円についてわかる人は天才だ。あの輪っかにもちゃんと意味があるんですか？あれはケイネのスカートを表しているんだよ。スカートに開いた複数の穴は、白濁の胴体に6つほどあるという目からだと思われるぜ。キャラの元ネタ要素が入っていてこれは難しすぎました。あとおまけに月を囲む2つの三角があるが、あれはケイネの白濁化の角を表しているぞ。本当だ、ちゃんとリボンも書かれていますね。これは非常に難しいエンブレムとなっていて、もし分かっていた人がいたらケイネのように天才だ。ということは私も天才か。ケイネの頭突き食らってくれないかな。それでは意味不明なエンブレムランキング栄えある第1は、聖白蓮のエンブレムだぜ。もう何がなんだかさっぱりすぎるエンブレムですよ。まず聖白蓮は大昔の僧侶で、人間を辞めた大魔法使い。弾幕神楽でも落ち着いた性格をしていたのは、僧侶だったからなんですね。昔は僧侶でなぜ魔法使いになったかというと、誰からも尊敬されていた弟が死んでしまい死に恐怖を持ってしまって、魔法使いになることで若返りの力を手に入れたんだよ。白蓮の仕事はお葬式やお墓の管理をしたり、自身に限らず仏
法と至り早寝早起きをすることだそうだぜ。中でも月1で行われる木曜リズムに抑揚のない歌を乗せた夜通し度胸ライブは注目を浴びているようだ。うわぁ、和のライブなんて面白そうですよ。ただ人気というより人間には睡眠導入に、妖怪には覚醒作用があるようだ。まさかの違う理由で集まっていたの？そんなお茶目な一面も持つ白蓮のエンブレムは非常に難しい。なぜなら仏教的な要素が詰め込まれているからだ。日本人ですけど仏教について全然わかりませんもん。まず下のお花の洋物は、白蓮の名前に入っているハスの花だな。お寺の本堂などで、ハスの花の絵や、ハスの花をモチーフにした飾りなどを見かけるように、蓮が仏教では極楽の花とされているぞ。お寺に確かにありそうなお花ですよ。その花の中から出ているのは手だ。手を合わせることを合唱と言い、合唱はインドから仏教と共に伝来しているんだ。そういえば、なんで手を合わせるのか全然意味を知りませんよ。インドでは右手を神聖な手、左手を不浄な手とする習慣があり、人には神聖な面と不浄な面があると考えられているぜ。神聖な右手と不浄な左手を合わせることは、自分をさらけ出し、偽りのない心を表すとされているんだよ。確かインドから仏教が伝わったもので、妙蓮寺は仏教を伝えているんですよね。もし妙蓮寺のことについて気になる方はこちらの非常に面白いチャンネルを見るといいですよ。自分で言っちゃいます。そして丸い玉がたくさん散らばっているんだが、あれはお墓参りとかで使われるお数珠だぜ。なるほど、あの丸いのはお数珠だったんですか。宝具の中でも最もポピュラーですよね。もともとお数珠は、数を念ずる数を記すという意味を持っていて、お経を読む回数を数えるための道具だったんだ。お数珠の玉は108個で作られているのが一般的で、この玉一つ一つが煩悩を司っている仏様だとされているんだよ。へえ、そんな意味があったなんてめちゃくちゃ勉強になります。そして最後に2つの巻物のような絵は魔人教官というものだ。白蓮がよく持っている虹色の巻物で、正式名称は魔人教官と呼ぶんだ。彼女が魔界に封印されている間暇つぶしに制作した巻物なんだぜ。巻物をかざせば呪文を唱えたことになる無影響機能、通称オート度胸モード搭載といったハイスペックな魔法道具だ。めちゃくちゃ便利アイテムですね。魔人教官めちゃくちゃ欲しいですよ。それにしてもエンブレムには、ここまでの意味が込められていたなんてとても驚きですよ。視聴者さんが思う難しいエンブレムがあれば教えてくれよな。それでは今回の授業を終わるぜ。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。